はい、皆さんこんにちは、モノルです。今回はこちらゲームサーのタランチュラ 8K PC コントローラーのレビューをしていきたいと思います。このコントローラーですね、もう1年近く前になるんじゃないかなと思うんですけど、タランチュラチャンピオンエディションみたいな感じのね、名前で、こんなものを出そうかなみたいな形でゲームサーから情報は出てたんですけど、ようやくですね、発売されることになりました。で、こちらのコントローラーですね、今私がこの手元に置いているもの、この入手した製品はゲームサーの公式サイトから購入した個人輸入品になってます。で、日本国内での発売時期っていうのがですね、実は正式にもう決まってまして、それが8月3日っていうことになりました。なのでこのレビューを出す頃にはですね、もうこのコントローラー入手できるような状態になってるかなと思いますので、日本国内でね、利用される方もですね、ぜひこちらの動画チェックしてみてください。中身としてざっとね、まとめておくと、相当ゲームサーとしても力を入れて作ったですね、スティック対象配置のコントローラーなんじゃないかなと思います。かなりね、いいコントローラーだったので、ぜひね、チェックしてみてください。そしたら行ってみましょう。はい、価格とラインナップの方ですね、モノルの方で見ていきたいんですが、ラインナップに関してはですね、このオレンジ色のもの1個だけっていうことです。結構個性的な色をしているのでですね、これがねちょっと好みが分かれるところかなとは思うんですけど、価格が現在 Amazon で 12,999 円ということで発売されてます。価格はね PC への有線接続のみ対応のコントローラーとしては結構高いかなっていうふうにも感じるんですが、果たしてこの価格に見合った性能なのかっていうところをですね、見ていきたいと思います。もうすでにね、本体出しちゃってるんですけど、付属品類チェックする前にちょっとね、箱の方を見ていきたいと思うんですが、なんといってもこれですよね。8000Hz 対応っていうところがね、このゲームサータランチュラ 8K PC の大きなポイントかなっていうところですね。あとですね、こちらも完全に競技用っていうか FPS ゲーマーとかにね、主に向けたようなそんな製品になってますので、振動がありません。パッと持った感じですね、振動機能がないのですごく軽いっていうのもね、大きなポイントかなと思います。はい。そしたらね、付属品の方をチェックしていきたいと思います。箱を開けるとですね、よいしょ。はい、こんな形でね、本体とは別にあまりゲームサーの製品では見慣れないこんな小さなボックスがあってですね、ここになんとスティックの替えがこんな形で6本ついてます。他にですね、付属品はこんな形でね、箱底面に USB ケーブル、布織りされたしっかりしたゲームサーのね、結構いい USB ケーブルといつもの取扱説明書やウェルカムカードといった冊子類っていうのが入っているっていう形になってます。というわけで付属品類はですね、冊子類、USB ケーブル、スティックの替えと本体ですね、この4つのものがついているっていうことです。そしたらスティックの替えの方をちょっと詳しく見ていきたいんですけど、標準でついているスティックっていうのはこういうショートサイズのへこみ型のスティックになっていて、こちらですね、別でついているのは少しだけ長さが長いですね。ちょっと高くなったようなへこみ型っていうのもついてます。ちょっとだけスティック点面の形状が違って、でほんの少し高いですね。そんな替えのスティックっていうのが2つついていたのと、あとはドーム型の替えのスティックが2つですね。こちらの長さは替えのスティックの方の長さと同じ長さになってます。でさらにもう2つですね、かなり長めなドーム型、こういったものもついてます。これが2つっていうことで合計6つのね替えのスティックがついてました。長さとしてはですね、標準でついてるものが 12mm ですね。でへこみ型の方の高さが 13.5mm ぐらいですね。っていうことで 1.5mm 長くなるっていうことなんで、スティックのね回転軸からの高さの違いっていうのはですね 7% ぐらい高いぐらいですかね。はい、結構微妙なところではあるんですけど、そのぐらいの高さっていうことになります。
ほんの少しですね、高くして、感度低くしてあげてね、より精密にエイムしたいよっていう方は替えのスティックに変えてあげるのもいいと思いますし、このドーム型っていうところがね、好きな方っていうのはね、こっちに変えてもいいかなと思います。ちなみに高い方のドーム型の一番トップのところの高さ 17mm ぐらいですね。なんでこれは5mm 高いってことなんで、25% ぐらい高くなるイメージですかね。でこっちのドーム型はね、ドーム型なんでちょっと高くなるはずで、仮に 14.5mm としたら 2.5mm 高いってことなんで、こっちは12% ぐらい高いですね。7% 高いへこみ型のスティック、12% ぐらい高いへこみ、ドーム型のスティックですね。で 20% ぐらい高いドーム型っていう、そんな3種類の替えのスティックがついてます。通常通りのね操作感で、遊びたいよっていう方はこのね、標準で付属しているものを使うのがいいかなとは思います。私は結構フリークを使うことが多いので、ちょっとね替えのスティックっていうところあんまり使うね頻度高くないんですけど、あえてこのね、フリークとかじゃなくて、こっちでね高さ変えるっていうのもね非常にいいんじゃないかなとは思いますね。ドーム型結構好きって方もいらっしゃいますもんね。はい、そしたらね本体の方ちょっとじっくり見ていきたいと思います。タランチュラなんでボタンがめちゃくちゃ多いです。ここのね真ん中にボタンがすごい大量にあって、ここもねこうやって前から押すボタンと、このサイドに右に押すボタンですね、ここ押してもいいです。左側に押すボタンっていうんで、ここだけで3つのボタンがついてます。なんでこれボタン数は何個あることになるんですかね。多分 X インプットのボタンとしては最低この3つがあればいいだけなんで、1、2、3、4、5、6、7個追加されていることになります。しかもこれ背面ボタン2つついているので、8、9個追加されているっていうことですかね。追加ボタンはめちゃくちゃ多いコントローラーになっているかなと思います。スクリーンショットボタンとかあるんで、これも含めたら10個追加されているっていうことにもなるかもしれないですね。そうですね。で、各ボタンの押し心地とかなんですけど、十字キーはタクトスイッチですかね。はい。で、フェイスボタンマイクロスイッチです。かなり押し心地がいいですね。なんかちょっとあんまり感じたことないような、ちょっと柔らかいんだけどマイクロスイッチボタンのダイレクト感もある、すごくこのフェイスボタンの押し心地はなんかいい気がします。十字キーも結構良さそうですね。これは相当格ゲーもいけそうな雰囲気がありますね。で、ここの追加ボタンですね。この2つとこの2つ、この合計4つはマイクロスイッチになってますね。ここにマイクロスイッチが使われているっていうのはなかなか贅沢な気がします。タランチュラプロの時からね、そんなちょっと贅沢な仕様の追加ボタンでした。なぜかね、背面ボタンはタクトスイッチなんですよね。追加ボタンの上部2つ、ここはタクトスイッチですかね。はい。で、真ん中のボタンもタクトスイッチです。LB、RB、タクトスイッチですね。背面ボタンとこの LB、RB はよくあるオーソドックスなタクトスイッチらしい押し心地なんですけど、ここはちょっとね、押し心地が違いますね。タクトスイッチとマイクロスイッチの間らへんみたいな感じの押し心地のタクトスイッチになってます。で、アナログトリガーです。アナログトリガーオフ状態だとこのぐらいのストロークです。で、トリガーストップオンにするとこのぐらいです。これすごく柔らかく押せていいですね。ダイレクト感もあって、かなりこのトリガーストップはいいトリガーストップな気がします。相当いいですね。これはちょっとだけストロークはね、こんな感じでちょっと大きめではあるんですけど、柔らかくてめちゃくちゃいいですね。パッと触った感じどうでしょう。デュアルショック4とかにね若干近いようなタランチュラの形状で、タランチュラプロとかテゲナリアライトとかですね、そのあたりと持ち心地的にはあんまり変わらないかなとは思います。かなりねクロ持ちもおそらくやりやすいんじゃないでしょうか。これなら全然ねできそうな感じはしますね。
でですね、この真ん中のボタンなんですけど、こういう風にですね、なんか角みたいなのが出ててですね、延長されました。なので、こう握ったまんまでここが押せるようになっててですね、これはタランチュラプロの時にね、これがなくて、で、こう持ちながらね、ここのボタンを押せないんでね、わざわざ私なんかはここにプラ板貼って改造なんかしたりしましたけど、それがね、もうしなくてよくなってですね、もうこの製品が来た状態からですね、しっかりここの追加ボタンが押せるっていうのは素晴らしいですね。この改良は本当にいいなって思います。で、ここのボタン左右同時押しっていうのがね、結構やりづらいです。できなくはないんですけど、片方ずつ押すときと比べてすごい力が強く押さなきゃ押せないっていうね、そんな感じになっちゃってます。どうしてもこうシーソー状にこうボタンがね押されるっていう仕様上ですね、ちょっとこう同時押しがぐっと重くなるっていうところはね、通常のショルダー追加ボタンですね、独立した追加ボタンとは違うっていうところはね、ちょっと注意が必要かもしれないですね。で、ここのね、背面ボタンはロックができるだけじゃなくて、ロックするとへこんで辛い位置になってくれるっていう、そんなギミックもタランチュラプロから継承されてます。はい、そしたらちょっとスペック周りを計測していきたいんですが、ちょっとね重量を計測したいと思います。振動レスっていうことでね、そこちょっと注目ポイントですね。はい、そしたら重量ですね。よいしょ。はい、183g っていうことでかなり軽いですね。で、スティックの直径ですけど、こちらに関しては、よいしょ、17.3 ミリぐらいっていうことで、プレイステーションサイズのフリークがつくサイズ感になってます。スティックの重さは、はい、55g フォースぐらいですかね。やや柔らかめな JS13 Pro のね、リニアな TMR スティックっていうことなんですけど、ちょっと柔らかめかなっていう気がします。確かにちょっと、気持ち柔らかいかな。なんで柔らかいスティック好きな方は結構いいかもしれないですね。はい。60g フォースがね、一般的なんですけど、ほんの少しテンションを柔らかくしているっていう感じがします。はい。そしたらちょっとスティックの感度カーブとかですね、遅延計測結果見ていきたいと思います。はい。そしたら、タランチュラ 8KPC のスティックのリニア度合いですね、見ていきたいと思います。デフォルトでデッドゾーンの設定で言うと0100っていう設定にしたものがオレンジ色のグラフで、デッドゾーンの設定を098っていう風にですね、エッジのデッドゾーンを 2% だけ入れたものが赤色のグラフになってます。このオレンジ色のグラフでもね、めちゃくちゃリニアで、こっちでもね、全然いいかなとは思うんですけど、2% だけ入れてあげるとかなりね、リニア具合良くなるかなと思うんで、この設定っていうのがいいかなと思います。JS13 Pro っていうことでね、非常にリニアな曲線かなというふうに思いますね。そんなわけで、おすすめ設定の方ですね、見ていきたいと思います。ポーリングレートは4000Hz ぐらいにしておくのがいいかなというふうには思いますね。8000Hz で使っていても特にね、大きな問題は感じなかったんですけど、4000Hz あたりっていうのが無難かなとは思います。で、スティックの方ですね。左スティックは私はこんな感じの設定を入れてます。これは真似しなくてもね、別にいいかなと思うんですけど、スティック起動ローですね。で、ジョイスティック解像度は8ビットにしてます。こういった RC フィルターとかフレーとかがね、あまりないコントローラーに関しては8ビットが基本おすすめかなと思いますね。右スティックの方ですね、特にカスタム感度カーブの調整はしてなくて、このね、標準的な直線曲線というリニアなものを使っていてですね、デッドゾーン周りは0、100と、0と98っていうね、先ほどのリニア度合いで見た設定を入れてます。こちらもスティック起動はローにしていて、ジョイスティック解像度に関しては左右スティックとも共通の設定ですね。ステップサイズ256の8ビットを使っているっていう感じになります。すごくシンプルなね、強いて言うならこの98にしてるぐらいっていうところなんですけど、スティックがね、結構柔らかめなので、これ98にしなくてもね、100で使っても割といいかなっていう気はしました。
ここはね、もうほんと好みかなっていう感じで、98でも100でもね、好きな方を使っていただけたらいいかなと思います。特段100だから弱いっていう感じはしなかったですね。はい、あとは、いいですかね、モーションの設定とかができたりとかですね、トリガーの設定、照明ですね、でボタンの設定っていうのができますということです。スティックの設定、詳細設定があってですね、今ゲームサーに関してはこうやってね、センタリングの設定ができるので、キャリブレーションしてもどうしてもずれるよという時はですね、この詳細設定からここをね、微妙にいじってあげることで、センタリングの調整ができます。ちょっとこう遊び部分だけこうぐるぐる回してあげて、中心の位置をですね、少し調整してあげると、これでだいたいちょっと真ん中かなっていう感じですね。はい。もうちょい右にやった方がいいかな。いいですね。かなりね、こういう設定ができるようになってるっていうのもね、本当に素晴らしいですね。こっち側は問題なさそうですね。はい。で、ボタンの設定細かく何ができるかってとこを見ていきたいと思います。ボタンのね、普通のコントローラーのボタン割り当てっていうのはできるんですけど、詳細設定でマウスの設定ですね、スクロールまでできてかなり細かく設定ができるのと、連射機能ですね、0、1、2、3、4、5って 1Hz 刻みで 30Hz まで設定ができます。リピートできるっていうところもありますし、3ボタンまで複数同時押しもできますね。キーボードの設定、点キーの設定ですね、コントローラーの設定って感じです。で、プロは32ステップまでっていうことなんですが、ループと長押し1回押すっていうのもあって、一通りやりたいことっていうのはできそうですかね。はい。このあたりはね、非常に充実しているかなというふうに思います。はい。設定の方はですね、こんな感じっていうところで、おすすめ設定はね、結構変えるとこ少ないですけど、こんな感じになってます。ボタンのね、この辺の追加ボタン何にすんのがええねんみたいな話ね、多分あると思うんですけど、私はこういう感じでシンプルにですね、スタートセレクトというか、ビューメニューというか、そんなボタンを同じように設定しちゃってます。あまりここのボタンについてはね、活用しきれてないっていうのが正直なところですね。はい、そしたら続いて遅延の計測結果ですね。こちらは PC 接続時の遅延でですね、インプットラグスコープっていうボンジリさんが作成されました、ソフトウェアを使ってね、計測をしています。一番上の6つの計測結果っていうのが、このタランチュラ 8K-PC の計測結果になっていて、で、今まで計測したやつの中でね、基本的に X インプットのものっていうのをね、残して表示している感じです。見ての通り、めちゃくちゃ高速ですね。X インプットの有線 8000Hz 設定でボタンが 0.194ms、スティックが 0.394ms っていうね、そんな平均遅延でした。D インプットがね、最速ではあったんですけど、結構ね、この D インプットに対応しているゲームとかっていうのが少なかったりもしますので、X インプットで使っていくことになるのかなというふうには思います。8000Hz の基板だったり、コントローラーと比べるとですね、やや最速っていうにはちょっとね、見劣りするような部分っていうのがね、スティック特に感じられましたけど、1ミリセカンド切っているんで、実際の使用感とかにはね、全く影響がないと思います。これだけ高速であればですね、もう十分かなというような遅延でした。で、このインプットラグスコープですね、ちょっと私の方でね、PC の接続とか見直してですね、いろいろとこうやってみたんですけど、どうしてもですね、本当にしっかりした環境での計測と比べてですね、このジェネシスなんかそうなんですけど、これ本当は 0.1 ミリセカンド強ぐらいまでね、出るっていうね、そんな感じの計測にはなってるみたいなんですけど、どうしても私の環境ではこれが限界みたいです。CPU に直結する USB ポートにつなげてですね、USB ケーブルもいろいろ変えて試してみたんですが、こういった結果しか出なかったっていうところで、まだちょっと原因は分かってないんですけど、私の環境で計測した時に比較するとこんな感じの計測結果ですよ
いうような感じで見ていただければなと思います。続いて PlayStation 5にですね、ブルックウィングマン P5S コンバーターを経由してですね、接続した時の遅延も計測してきました。最新ファームウェアだとね、全く問題なく接続することっていうのができたんですけど、こちらも非常に早かったですね。67.17 ミリセカンドっていうことで、DualSense 1を直接 PlayStation 5に接続した時よりも早いっていう結果でした。これなら文句なく PlayStation 5にね、コンバーター経由で接続して使うのにもね、いいコントローラーなんじゃないでしょうか。はい、続いてですね、スイッチ2接続時の遅延も計測してきましたが、これがなんかすごく早かったですね。最近早かったものって言ったジェネシスとかね、ハイパーストライクとかあるんですけど、マイナス 0.18 フレームっていうことで、スイッチプロコン2を優先で、スイッチ2に直接接続した時と比べてもですね、マイナス 0.18 フレームも平均して早いということで、これはね、すごく優秀な結果だったかなと思います。全体的に遅延はさすが 8K っていう風に名乗ってるだけあってですね、超高速なコントローラーだったかなと思います。はい、まずは R5 のワンマガシン抜粋からですね、リニアなコントローラーらしい操作感っていう感じでね、非常に当てやすかったです。ステップ精度は256段階8ビットに設定してやってるんですが、こちらがね、やっぱり一番いいかなっていうふうには思うところですね。全くもってね、文句なく当てやすいと思うんで、これはね、G7 Pro 8K PC と、特にね、この点で大きく変わりはないかなっていうところでですね、非常に優秀なコントローラーだと思います。このマッチですね、タランチュロ Pro 8K PC で、初めてね、フルに10分間やったマッチなんですけど、それ以外にも何回かやってみまして、かなりね、キルレコのマッチよりもね、いい戦績を出せて、キルリーダー取れるような、そんなマッチもあったので、強さに関してはね、申し分ないんじゃないかなと思います。で、続いてですね、Apex のランクですね、シーズン30開幕っていうところからです。こちらもね、非常に強かったかなというふうに思います。特にこのコントローラー触ってて感じたところっていうのは、やっぱボタンの押し心地がすごく軽くてですね、いいっていうところですかね。誤爆しやすいっていうね、デメリットはもちろん軽ければ軽いほどあるわけなんですけど、そこはね、実際、背面ボタンわずかに誤爆しやすいかなっていうぐらいでね、実際そこまで実用上問題にはならなくて、やっぱり軽く押せるってことはそれだけ力を抜いてコントローラーを握って操作っていうのができるので、反応速度もなんか上がったような感覚っていうのがねあってですね、これは本当に好ましい特性だなというふうに思いましたね。この辺りですね、相当煮詰めて作ってきてるんだろうなという意味でですね、12,999 円っていうね、今の価格、ちょっとね、高めなんですけど、それだけの付加価値はあるのかなっていうね、そんな感じがしました。やっぱり 8000Hz で遅延っていうのも相当切り詰めてきてるかなっていうところもあるので、これだけいいコントローラーが完成品としてですね、気軽に買えるっていうのはですね、本当それが価値高いところだなっていうね、そんな風に思いますね。まだシーズン30に関してはね、やり始めたばっかりで、まだ1日ぐらいしかできてないんで、何とも言えないところで、一説にはエイムアシストが変わったんじゃないかみたいな話もあるんですけど、私もね、ちょっと変わったような気もするし、いやでも実際ちょっとじっくりやってみるとそうでもないかなっていう気もするっていうね、何とも言えないところですね。もうちょっとプレイしてね、どうなんだろうっていうところははっきりさせたいところではあります。このね、ゲームサータランチュラ 8KPC に関してはもう文句なくね、Apex で非常におすすめ度高い、そんなコントローラーだったかなと思います。続いて Call of Duty Black Ops 7ですね。こちらもやってきました。やっぱりこのゲームでも感じたのは操作の軽さですね。非常に軽くて、多分これですね、ハミボタン使ったキャラコンとかもね、非常にやりやすい、そんなコントローラーになってるかなと思いますね。そういったところ、すごくですね、クオリティ高い、そんな風に感じます。ただ、タランチュラをね、ショルダーボタンを押しやすくしただけのコントローラーっていうわけではないというところはね、非常に、いいところだったかなというふうに感じました。
とにかくボタンの押し心地っていうところ、かなりね、他のコントローラーもね、すごくそのあたりはね、気をつけて作ってきている中でですね、全体的にレベル上がってきているなっていう印象はあるんですけど、このタランチュラ 8KPC に関してはその部分で、一歩先を行きつつあるかなと思います。ただね、背面ボタンですね、これタクトスイッチなんですよね。マイクロスイッチ採用している例っていうのもちょっとずつ出てきつつある中でですね、かなりね、押し心地いい方っていうかね、軽く押せてすごくいい背面ボタンではある方だと思うんですけど、マイクロスイッチだったらなっていうのはね、改めて思うところですね。この2マッチですね、かなりゴールデンタイムでね、敵が強い時間帯にあったのでね、キルレとかもね、戦績も結構ひどかったんですけど、でもその中でもね、ちゃんと戦えていけたっていうところは、やっぱりこのコントローラーの良さっていうところをね、感じさせてくれたかなというふうに思いますね。かなりね、バッチリ M 合わせたりできたので、すごくね、操作感良かったです。なんていうか、スペック上というかね、大きな機能的にはね、飛躍的にどこかが良くなっているっていうものではない、そんなコントローラーではあるんですけど、やっぱり背面2ボタン、ショルダー2ボタンになっていたりとか、8K コーリングレート出たりとか、リニアなスティックになっていたりとね、細かくですね、煮詰められているこのコントローラー、素晴らしいコントローラーだなと思いました。はい、そしたらスト6の方をやっていきたいと思います。はい、一通りコンボ練習やってみたんですけど、かなりこれはいい格ゲー向きなコントローラーかなと思いました。十字キーめちゃくちゃ斜め入りやすいですね。1個だけ気になった点はこの RB のところですね。これの連打がちょっとタクトスイッチでやりづらいかなっていう感覚があって、特にキャミーだとね、この後とかこことかね、強パンをこう連打する場面っていうのがたまにあるんですけど、そこで、連打が入りきらずにちょっとフレーム遅れちゃったりするっていうことはありました。ただ全てのボタン柔らかくてね、フェイスボタンもマイクロスイッチで入りやすいですし、十字キーとかもめちゃめちゃ入りやすいですしね、これは相当格ゲーに使えるコントローラーなんじゃないかなというふうに思います。はい、そしたらゲームサーのタランチュラ 8KPC 分解していきたいと思います。隠しネジになっているところが4箇所ありますので、それを外していけば良さそうですかね。よいしょ。はい、普通のプラスネジが4箇所あるので、こちら外していきます。はい、これで、外れるかな。真ん中にネジあるかよくわからないんですけど、多分なさそうなんで一回これで外していってみます。なかなか外れないですね。硬った。はい。めちゃくちゃ硬かったんですけど、なんとか外すことができました。外してくると、タランチュラのね、このスライドバーが外れてきたので、こいつを元に、よいしょ、戻しておきます。これあれですね、よいしょ。背面ボタンのところ、特にシリコンのキャップとか、クッション材入ってないですね。そのまま直でこのタクトスイッチを押すっていう形になってはいるので、あんまり背面ボタンの押し心地は良くないかもしれないですね。はい。で、背面こんな感じになっていてですね、トリガーストップのところ、これがマイクロスイッチで、このマイクロスイッチごと移動する形ですね。で、このついたてになっているここの部分、よいしょ。このね、トリガーがこう触れることで、マイクロスイッチが押せるっていう仕組みになってます。かなりこれはシンプルですけど、わかりやすくて
いい機構な気がしますね。ここのね、トリガー側のついたてもかなり分厚いしっかりした部品になっていて、ネジ止めわざわざされてたりするんで、相当これは頑丈に作られてるんじゃないでしょうか。これはなかなか壊れそうにないですね。相当しっかり作られてる気がします。そしたらフロントパネルの方を外していきたいんで、これ何個ネジ外したらいいかな。めちゃくちゃいっぱいネジ見えるんでちょっと外れそうなやつをどんどん外していきたいと思います。はい、結局合計で123456789本かな。はい、9本のネジを外しました。真ん中のねこのバッテリーカバーになっているところのここのネジだけちょっと長いネジが使われているので、それだけちょっと注意が必要ですね。外してみると意外ですね。なんかね、フェイスボタン、でもフェイスボタンこれなんだ。すごいな。なんかフェイスボタンとこの作りえぐいですけどね。よくこのフェイスボタンのところを見るとですね、シリコンのカバーが若干この真ん中にこう丸くはみ出てきていて、その中にこうマイクロスイッチが入ってます。マイクロスイッチのこの青く見えるところっていうのは、こう直接ですね、このパーツ、フェイスボタンのパーツですね、この軸で押されるようになってるんですけど、ちょっとだけ飛び出した丸い支柱があるんですね。でその先にこう長いところがあって、ここでマイクロスイッチが押されて、ここはシリコンのカバーに触れることで、柔らかい押し感ながらダイレクト感のあるマイクロスイッチの押し心地っていうのを同時に実現していると、そういうすごく凝ったフェイスボタンになってます。これは本当にめちゃくちゃ凝ってますね。このボタンの作りはすごいなって思います。確かにね、ちょっと独特の押し心地がありますね、フェイスボタンについては。で、ここの真ん中のホームボタンに当たるところはメンブレンなんですけど、真ん中3つのね、ボタンがタクトスイッチで、この2つのボタンはマイクロスイッチになっているということですね。メーカーはカイル製ってことでいつも通りなんですけど、この LB、RB はこのタクトスイッチですね。よく見るものになってます。正直ね、LB、RB ここまでこだわってるならマイクロスイッチか、もうちょっとね、押し心地のいいタクトスイッチにしてくれたら連射とかしやすかったんですけどね。十字キーの方ね、こちら側のパーツはこんなものになっていて、で、内側がシリコンキャップのついたマイクロスイッチですね。これは、多分マイクロスイッチ、ちょっとマイクロスイッチっぽいね、押し心地の、タクトスイッチかもしれないですね、これ。ちょっとね、私この辺よくわからないんですけど、マイクロスイッチっていうマイクロスイッチではないですね、これ。はい。でもこの十字キーはすごく良かったですね。マイクロスイッチみたいな押し心地ありますけど、タクトスイッチとマイクロスイッチの間らへんみたいな感じのね、スイッチが使われてます。はい。で、もう一つですね、こちら側に基板が1個ついていてですね、これがこの、正面のね、このバタフライのボタンですね、タランチュラプロから改善されましたこちらのボタンになってます。ということで、はい、こんな感じですね。はい。で、スティックの方ですね、こちらはゲームサーのマグレス V2 ですか。マグレスレブ2ですかね。もともとは JS13 Pro となっているものにしっかりなってますね。はい。これがね、バッチリリニアな感度のスティックっていうことになってます。このフェイスボタンが結構私は良かったなっていうのと、十字キーもね、すごく良かったんで、これは相当ゲームサーとしても気合を入れて作ってきた、そんな製品だったんじゃないかなと思いますね。基板がね、そんな感じがちょっとするような
タランチュラプロからも結構改善が加わってんじゃないかなと思います。タランチュラプロの時はね、ここに歯車機構が入っててですね、ちょっとその名残かなっていうようなパーツ、この辺りはね、そんなパーツに見えるんですけど、そういったところもあって、こういう変わったフェイスボタンの機構になったのかもしれないですね。はい、そしたらこれで遅延計測ですね。PC 接続時のインプットラグスコープの遅延と、あとは PlayStation 5にブルックウィンクマン P5S 経由で接続した時の遅延。スイッチ2はこれ対応してんのかな、ちょっとそれまだ確認できてないんですけど、そちら対応していれば遅延計測やって、あとはスティックの高さ測って感度カーブの計測とかね、一通りの検証をこれからやっていきたいと思います。はい、以上ですね。ゲームサーのタランチュラプロ 8KPC のレビューをしてきましたが、いかがだったでしょうか。ゲームサーで言えばですね、G7 Pro 8KPC からさらに進化してきてですね、振動除去されていたりっていうところで、これはね、好き嫌い分かれるところかなとは思うんですけど、FPS ゲーマーにとっては非常にいいコントローラーなんじゃないかなというふうに思いました。やっぱりプレイステーション配置っていうね、手に馴染みのいい、そんな配置のコントローラーですし、やっぱりこう、モンハン持ち、黒持ちされる方にもね、使い勝手が良くて、ボタン一つ一つの押し心地っていうのがとてもいいコントローラーだったので、一つこのコントローラーがあれば基準となるような、そんなね、素晴らしいコントローラーだったかなというふうに思います。最近スティックに JS13 Pro を搭載したコントローラー数多く出てきていますが、その中でもねトップクラスのクオリティのコントローラーだったかなと思います。強いて難点を言うならこのねショルダーボタン同時押しできないってところですけど、実際のゲームプレイでは、そんなねこう同時押しするパターンっていうのがあんまなくて、というか全くなくてですね、私のボタン配置の場合はね全くこれが同時押しできないっていうところは問題なかったです。一つですね、この対象配置の PC 向けコントローラーとして大きな決定版となりうるような、そんなコントローラーだったかなというふうに思います。めちゃくちゃねおすすめ度高いですね。はい、モノルの方でですね、いつもアップロードして更新し続けてます Apex Legends 向きのゲームパッドコントローラーおすすめランキングの方ですね、こちらランクインしているコントローラーということで、ランキングとしては3位ですね、こちらに上げさせていただきました。G7 Pro 8KPC よりもちょっとねクオリティ高いかなって感じるところありましたので、タランチュラ 8KPC に関してはちょっと上に上げてます。あとですね、個人的に静電有料スティックが大好きなのでレインボー3は2位なんですけど、正直ねこれはタランチュラの方がいいって思う方も多いかなとは思います。RC フィルターレスのコントローラーっていうところで言うとですね、ここの4機種に関してはねもうほとんどね拮抗してるかなっていう感じがあるんですが、あえてランキングをつけるとしたらこんな感じっていうところですね。この辺りはねもうほぼ好みとか、あとは持ち心地、スティック配置とかね、その辺で変わってくるぐらいの差かなとは思います。ただタランチュラ 8KPC に関しては格ゲーにも結構使っていけそうっていうところだったりとかですね、振動レスで軽いっていうところとかね、結構特徴を持っているコントローラーではあるので、これはいいなってちょっとね思った方はね非常におすすめかなと思うので、ぜひ概要欄からですね、Amazon のページなり飛んでみてですねチェックしていただけたら嬉しいです。はい、以上ですね。今回の動画が参考になったと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録、また余裕があったら、ハイプの方もよろしくお願いいたします。以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。